暇だ。街ブラもいいな。よし、決めた。出かけんぞ。おい、さっさと靴を履き替えんだよ。もちろん私と一緒に行くんだ。それ以外にあるか？つまんなそうな顔しやがって。やるよ。おもちゃだ。仕事中？仕事はつまんねえもんだろうが。気をつけろよ。ぼやっとしてたら、この小さな人形があっという間に消えてなくなるからな。腹減ったな。とはいえ、鍋を打つは安し、割烹するは堅しってな。うちの弟の中に一人料理上手がいてな。家族みんな集まった時に、なんか食いたいって言やすぐに作ってみせんだよ。あれこそ料理人ってやつだよな。それに比べりゃ、ロドスの料理はなんともまあ味気ねえこと。ロンメンも悪くないんだけどさ、なんつっても飯の味付けが物足りないんだよな。全然辛味が足んねえのなんのってありえないよな。いか、辛味ってのは生き方なんだ。ちょうどいい痛みと強烈な衝撃が舌の上で爆発すりゃ、おめえだって人生とはこれほど地味豊かなものだったのかって思うはずだ。私のなりわいはな、元は生活に根付いた技術の一つだったんだ。でも私は属性の影響を受けやすいってことで、今となっちゃ戦火に身を焦がす羽目になってんだ。武器を手に持つ感覚にも慣れちまった。というか、持ってないとなんかしっくりこないしな。難しいもんだな。儀式が受け継がれてく理由は、儀式自体に何か意味があるからじゃなくて、それが人に与える意味の中にあんだよ。演出には実りがあって、願いも満たされる。しかも、私好みのストーリーになってるときたもんだ。喜んで参加するに決まってんだろ？現実に馴染めない奴は、そのうちその現実に淘汰される。そんなの誰でもわかる常識だろ。なのに、うちの兄弟姉妹に、まだ見栄を張ってる奴が何人もいる。そんなつまんない生き方をしてりゃ、歳月が苦になってくだけだってのにな。こんだけ長く生きてりゃ、夢もおぼろになるってもんだ。夢を見るよりもやるべきことがあって、だから生きてるって実感できるのかもな。生きるのは大変だけど、人が必死に生き抜く様はたまらなく好きなのさ。さーて、おめえに私の金床になる度胸はあるかな？家事はありふれた工芸に過ぎねえけど、昔の暮らしの起源の一つでもあるんだ。他のものが全部消えちまっても、家事だけはしっかり世に残してみせる。これはずーっと昔に選んだ道だ。おめえだって大事な選択はしたことあるだろう？その結果は絶対に見届けろよ。見届けてやっと円満ってもんさ。また寝ちまったのかよ。もう起きろって。一緒に買い物行くぞ。ほら早く。誰か？御社のスタッフからここでいい暮らしができるって聞いたんだけどさ、寝食はただ遊びも充実してるって。関係者以外立ち入り禁止？んなこと言うなよ。少しは私の顔を立ててくれよ。こんなの私には何の役にも立たねえよ。技術は、それを重んじる奴が使うからこそ生きるんだよ。昇進？考えてみりゃ、そうだ、昔も同じようなことがあったな。まあいいんじゃない？感謝しといてやるよ。人には器具と同じように格付けってもんがあんだよ。おめえはそん中でも面白い、というか、
ちょっと異質ってとこかな。おめえになら、兵器を鋳造してやる価値はあるかもしんねえけど、剣を撃ったところで、戦えないなら宝の持ち腐れってやつだな。感化の交わりってやつは、どの時代になっても避けらんねえもんだな。指揮？そんなのやったことねえし、できるかな。武器を撃つ鍛冶師はな、そいつで流れる血まで背負わなきゃいけないんだ。この剣でお前たちが生きる価値を、その肉体ごと切り裂いてやる。へえ、私にやるってか？鋳とは鋳、すなわち鋳造は万象の手中なり。生殺の木、伊豆くんぞよく行守し相譲らん。さっさと片付けるぞ。死の矛を持って死の盾を通さばいかん。そしたら全部ドカンだ。私の体の内部は1400度にもなんだよ。命を据えて、誰かよく兵を去らんや。なぜこの私がお前ら劣等品のために時間を浪費しなくてはならないんだ。いいね。おめえの中にわずかな希望が見えたぞ。こんなつまみじゃ小腹だって膨れねえよ。おい、おめえやらかしたな。鋳造物に気泡が混じるのはやべえだろうがよ。みっともねえな。私が本気を出せば、お前たちに降りかかる危険は今の日じゃないかもしれないぞ。部屋を自分で飾り付けてもいいか？やめろって。こら、動くんじゃねえ。飾り付けてやってんだ。じっとしてろ。アークナイツ。ドクター、飯は食ったか？